で割と強火でですね、もうさっと焼き色をつけるイメージで、そしたらひっくり返す。でもうこのソースが熱いので1、2、もう軽く温める。はい、こんにちは、シェフのほゆです。今日は牛もものステーキと即席グレイビーソースを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。牛ももステーキ、じゃがいも、にんにく、固形コンソメ、小麦粉、白ワイン、醤油、玉ねぎ、パセリ、塩、胡椒、オリーブオイルです。はい、それでは今日はステーキシリーズということで、スーパーで買ってきた牛もものステーキの美味しい焼き方と、それに合わせた付け合わせと即席のグレイビーソースをこれから早速作っていきます。はい、まずはスーパーから買ってきたお肉をパック開けるところからやっていきます。でパックから開けた時に一番最初にやるのは、この裏側にですね、結構お肉のこのドリップが溜まってるので、最初にこのドリップを拭き取ります。こんなにドリップがついてるんです。でこれがですね、これを取ってあげると臭みが出ないのでしっかり取って、そしたらここにまんべんなく塩をしていきます。で肉に対して 1% ぐらいなんですけど、まんべんなく表面に塩で、裏側もで塩をして、でこの状態で10分ぐらい置いていくと、肉から浸透圧で水分が出てくるので、それを拭き取ってからやるとしっかりこの肉にですね、下味がついた状態にできるので10分置いていきます。で今お肉を脱水させている間に、今日使っているこの付け合わせ、茹でてあるじゃがいもです。でこれは2% ぐらいのお湯の中で30分ぐらい茹でたものです。でこれを付け合わせなので3等分ぐらいのスライスにします。こんな感じです。でこのじゃがいも、この後ですね、肉焼いた後に火入れしていきます。ではお肉からですね、水分が出てきたので、この水分をまたもう一回ペーパーでしっかりと拭き取る。でこの拭き取りが甘いとですね、この後焼いていった時に肉に焼き色がつきづらくなっちゃうので、しっかりとペーパーで拭き取る。はい、でお肉の下処理はこんな感じです。で次に即席のグレービーソースを作っていくんですけど、グレービーソースっていうのはこの焼いたお肉の肉汁で作るソースなので、今日は即席なのでこのビーフコンソメ使っていきます。でスーパーに行くと大体この定番がチキンコンソメなんですけど、このビーフも売ってるのでこっちを使うようにしてください。で水が 125cc 入れて、でこの牛のベースをですね、火にかけて溶かしておきます。で基本的にもうこの牛のベースがですね、水に溶ければいい感じです。で丁寧な作り方はこう小鍋に入れてですね、牛のベース作っておくっていうのがいいんですけど、本当に面倒くさい方はもう今日フライパンで全部一気に入れちゃっても大丈夫です。はい、それではもうベースが溶けたので、これスタンバイ OK です。はい、それでは潰したにんにくと、まずオリーブオイルで加えたら、ここで火にかけていきます。でまずはにんにくがふつふつなるまでですね、香りが少し出てくるまで加熱していきます。はい、それではにんにくがふつふついってきたので、今日は一旦にんにくこれで外して避けときます。また使います。で今手かざしてしっかりと熱くなってる。で一回こう油をなじませます。で強火にしたら、このしっかりと拭き取ったお肉を入れる。皆さんこの音が大事です。で割と強火でですね、もうさっと焼き色をつけるイメージで焼いていきます。でちょっと傾けて、この熱い油がこのお肉にねしっかり当たるように、そしたらひっくり返す。で軽く焼き色ついてます。油の中で揚げ焼きにするイメージで加熱。で今ひっくり返して、
で焼き色つきました。そしたらで両面焼き色がついたら、もうこの状態でバットに上げていきます。で今日のお肉はこの1センチない薄めのお肉なので、そういうステーキを焼くときは強火で両面もう30秒ずつぐらい焼くだけです。でこのバットに上げて今休ませてる間に、この余熱でお肉に火が入るので、もうこれで火入れが完了です。基本的に置いとくだけです。でこの加熱した油の中にニンニク戻します。で再度ですね、ニンニクの香りを立ててじっくりと加熱していって、で今日はパセリ使っていくんですが、この茎の部分も一緒に加えて香り引き出していきます。で輪切りにしたじゃがいも、でこの油と合わせてですね、じゃがいもに焼き色をつけていきます。で軽く塩と胡椒で調味します。で加熱する時は強火は必要ないんですけど、中火ぐらいでじゃがいもにですね、この表面にしっかり焼き色をつけるイメージで加熱していきます。で加熱していくとちょうど今ぐらいにですね、もうニンニクに火が入ってくるので、そしたらニンニクもこう潰しながら、ニンニクの香りをしっかりじゃがいもに移しながら加熱していきます。潰して、でだいぶですねニンニクも崩して香りがですね、パセリの香りとニンニクの香りが立ってきたので、ひっくり返して、そしたらじゃがいもにもですね美味しそうな焼き色がついてきました。うわー美味しそうですね。でここまで来たら火を切ってパセリのみじん切り、それでじゃがいもを和える。いやーこうするともう立派なイタリアンの付け合わせですね。パセリの香りが立って美味しそうです。で付け合わせがこれで完成なので、牛と一緒に休ませていきます。今じゃがいも焼いてる間にお肉休んでました。で両面焼き色がついてとても大事なのは、この今テカテカした状態分かりますか？これがお肉が焼けてって肉汁がこの表面に浮き上がってる状態なんですよ。だからこのちょっとテカテカした状態がとても大切です。で一回ひっくり返す。もうこれで美味しそうな状態ですね。でここに焼いたじゃがいもを一緒に休ませるんですけど、この時にですねちょっとじゃがいもで、今熱々のじゃがいもです。これでお肉蓋をします。でこのパセリとニンニクもね一緒に、はい、こうするとですね、今熱々のじゃがいもが乗っかることによって、ここでも余熱でまた火が入るので、ちょうど美味しいミディアムレアにこれで仕上がります。じゃがいもで蓋をしてあげるイメージです。はい、そしたら同じフライパンでですね、火をつけて中火ぐらい温めます。そこにみじん切りの玉ねぎ、これをですね、塩もしないで、今ここに表面上に油が残ってたので、そんな残った油で玉ねぎを炒めていきます。で通常グレービーソースっていうのは玉ねぎプラス人参とセロリも入ってくるのが基本なんですけど、今日は即席のグレービーソースなので玉ねぎだけでやってます。でここからですね、最低5分ぐらい炒めていくんですけど、一番大事なことは焼き色がこの美味しさにつながってくるので、とにかく玉ねぎに焼き色をつけるというのがポイントです。で今5分ぐらいですね、玉ねぎ炒めてこれぐらいブラウンにするのがグレイビーソースの一番美味しさのポイントです。でここにですね白ワイン、で加えたら強火にして表面のですねアルコール分を飛ばしていきます。でここで煮詰める理由は表面のアルコール分を取ってあげるっていう意味でもあるんですけど、そもそも今日はグレイビーソースって言って肉汁が主役の、牛が主役のソースなので、ここで煮詰めが甘いとブドウの要はワインのソースになっちゃうんですよ。だからそのワインの容量を減らして、でその減らしたところに
この牛のベースが入ります。でここで玉ねぎの香ばしさが出てる、ワインの甘みも出てる、凝縮したうまみが出てるんで、それを牛のベースで伸ばしてソースにしていきます。あとは即席なので香ばしさという意味で醤油が少しだけ、少量。ただこの状態でですね、半量になるぐらいまでコトコト火を入れていきます。で最後にですね、薄力粉に水を溶いたものです。こんな感じ、とろっと。でこの溶いた小麦粉を、2回ぐらいに分けてこのソース、これに垂らす。で垂らしたらすぐ混ぜる。でそうするとですね、もう小麦粉が入るとですね、とろみが出るので、自然なとろみです。これも入りすぎてもドロドロになっちゃうので、ほんと少量ですね、スプーン1杯分ぐらい入れて、こう余熱で自然なとろみをつけるイメージで、ここまでいったら最後にですね、このじゃがいもを上に乗せて余熱で休ませたお肉、このバットの底に肉のうまみが詰まってます。これが本来のグレイビーソース、グレイビーの部分ですね。これ忘れないでください。これがもう料理を美味しくするので。はい。で最後にお肉を加えて、でもうこのソースが熱いので1、2、もう軽く温める。はい、これでですね、盛り付けしていきます。はい、これで牛ステーキの即席グレービーソース完成です。はい、それではいただきます。うわー、柔らかくて美味しそうですね。美味しい間違いないです。とても美味しいです。で今日の料理のおさらいなんですけど、そもそも、ステーキ肉でも塊肉ではないので、こういう薄めのお肉を焼くときは強火で両面焼き目をつけるってことがポイントです。でその後に休ませておいて、その間に付け合わせを作るとちょうど柔らかくてですね、ミディアムレアに仕上がるっていうような感じです。そして今日この決め手のグレイビーソースですね、これはとにかく玉ねぎにしっかりと焼き目がつくと香ばしいその香りがですねソースに移るので、よりこう玉ねぎのですねいい香りが出てきて、とてもこのじゃがいもと牛に合うような、そんなソースになります。はい、ごちそうさまです。今日のこの料理なんですけど、しっかりとした味付けなので、ちょっと僕ご飯なくて後悔したぐらいですね、ご飯食べたくてたまんなかったんで、是非この肉料理作る時はご飯と一緒に作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。